この動画はディジキーの提供でお送りします。こんにちは。今日はトヨタハイブリッドシステムの動作について解説していきます。トヨタハイブリッドシステムというのはトヨタから発売されているハイブリッド自動車に搭載されている機構のことです。THS とも呼びます。ハイブリッド自動車の一番コアな部分、エンジンとモーターをどうやって効率よく使うのか、それがこの THS の制御にかかっています。このトヨタハイブリッドシステム結構面白くて、エンジンを最も効率よく使うためにモーターと発電機を組み合わせて使います。そして優勢歯車機構を使った動力分割機構を使ってこれらの動力源を高度に制御しています。THS の歴史はそこそこ古くて、1997年の初代プリウスに世界で初めて量産のハイブリッドシステムが搭載されました。それが THS です。その後2003年に発売された2代目プリウスでは THS がさらにバージョンアップしたトヨタハイブリッドシステム2が搭載されています。この THS は何回かバージョンアップされていて、初代から含めると現在は5世代目となっています。この THS2 の動作はなかなか複雑で一発で理解するのは難しいです。なので今日は THS2 の動作を再現するようなこちらの模型を使って動作原理を解説していきます。その前に今日のスポンサーのディジキーの紹介です。どうぞ。実はディジキー日本公式チャンネル、今年の5月24日でなんと4周年を迎えます。これを記念してディジキーではプレゼントキャンペーンを実施するのですが、なんと今回はこれだけではありません。これと同時にチャンネル登録者数も6万人を突破したので、2倍の規模でプレゼントキャンペーンを実施します。第1弾の応募はすでに始まっていて、2月の28日から4月の9日まで、第2弾は4月の10日から5月の24日までの開催です。当選者は合計で30人。非売品のディジキーグッズに加えてプレミアムな豪華ノベルティも当たります。当選を逃してしまった人も第1弾、第2弾両方への応募でノベルティの詰め合わせが当たるチャンスがあります。ダブルチャンスです。ぜひ忘れずの応募をお願いします。応募のやり方は概要欄にある URL からチェックお願いします。まずはトヨタハイブリッドシステムの概要を見ていきます。この動画で話しているのは基本的には THS2 の方です。こちらがトヨタハイブリッドシステム2の構成です。発電機、モーター、エンジン、そして動力分割機構です。こちらに駆動輪が入ります。タイヤですね。こちらの発電機と電動機についてはそれぞれ MG1 と MG2 と呼ばれています。MG1 と MG2 はどちらも電動機、発電機としての動作は可能です。ただ基本動作としては MG1 は発電機、MG2 は電動機で動きます。これら右側にある要素は全て機械的に接続されています。MG2 については広い速度域で効率よく使うために出力の軸を減速機を通して動力分割機構に入っていきます。ただこれだと説明するのが大変なので今回はなるべくシンプルに説明していくために MG2 の出力軸がそのまま動力分割機構に入っていくようなモデルで説明します。こういった機械的な要素があるのですが、実はこれだけですと THS は動作しません。さらに左側にあるようなバッテリー、そして双方向コンバーターと2つの3層インバーターから構成されるパワーコントロールユニットが必要になります。バッテリーとパワーコントロールユニットは電気的に接続されています。パワーコントロールユニット内のインバーターから MG1 と MG2 に接続されていますが、これも電気的な接続です。一見チャンネルでは以前からトヨタプリウスに搭載されているインバーターの分解動画を公開してきています。その分解動画の中ではインバーターと呼んでいましたが、実際にはパワーコントロールユニットを分解していたんですね。車種によって変わるのですが、ハイブリッドバッテリーの電圧はだいたい 200V くらい。この電圧を双方向コンバーターを使ってだいたい 600V 程度まで昇圧します。この 600V という電圧はある程度は変動します。ただ基本的にはバッテリーより高い電圧です。3層インバーターは2つあって MG1 と MG2 にそれぞれ接続されます。MG1 に接続するインバーターについては MG1 から電力を取り出すコンバーター動作が基本ですが、走行状況によっては MG1 をモーターとして動かすインバーター動作となることもあります。MG2 についても同様です。MG2 に接続されているインバーターは動作状況によっては MG2 から電力を取り出すコンバーターとして動作します。ただ基本動作としては MG2 をモーターとして動かすインバーターです。
ネット上の解説記事なんかを見てみると MG1 と MG2 そして動力分割機構エンジンだけの解説があります。ですが本当に THS の動作を理解しようとするとこのパワーコントロールユニットまで含めて解説する必要があります。特にですね MG1 で発電された電力がどういった経路でどこに回っていくんですかというのはパワーコントロールユニットやバッテリーまで含めたシステムを使って解説しないと理解するのは難しいです。これらのシステムがどうやって動くのかを解説するために THS2 のミニモデルを作りました。こんな感じです。全部 3D プリンターで作りました。それぞれの要素について見ていきます。まずどんな要素があるのかを見ていきます。真ん中にあるのが動力分割機構です。実際には優勢歯車機構となっています。そして駆動輪があります。タイヤですね。そこにつながっているのが青色のリングギアです。さらにモーターである MG2 の出力軸もリングギアにつながっています。次に緑色の部分は発電機の MG1 です。この出力軸は優勢歯車機構の3ギアのところにつながっています。次赤色の部分はエンジンの出力軸がつながっています。それはプラネタリーギアとプラネタリーキャリアにつながっています。これらリングギア、3ギア、プラネタリーギアとプラネタリーキャリアの4つ、それらに接続されるモーター、発電機、さらにインバーターやバッテリーなどの電気要素を組み合わせて巧みに制御することで THS2 は成り立っています。さらに各部分がどのように動作するのかを見ていきます。まず青色のリングギアはモーターである MG2 と駆動輪に接続されています。ここでタイヤが回っている時は MG2 は必ず回っていますし MG2 が回っている時は駆動輪も必ず回っています。次に緑色の3ギアは発電機である MG1 につながっています。基本的にはエンジンの動力を使って発電するのが主な役割です。わかりやすいように駆動輪が止まっている状態で考えてみます。エンジンが回っている状態ですと MG1 は回転します。これを利用して MG1 は発電するわけです。また MG1 はエンジンの始動にも使われます。エンジンが止まっている状態で MG1 をモーターとして回すとそのパワーはエンジンに伝わるので始動できるわけです。このように MG1 を使ってエンジンの始動ができるのでトヨタのハイブリッド車には基本セルモーターはありません。エンジンを始動した後は前に説明したように MG1 を発電機として使ったりするわけですね。またそれ以外の役割として MG1 の回転数を調整することで駆動輪の回転数を調整できます。実質的に無段階の可変速機構となります。例えばエンジンと MG1 が同じ方向で同じ回転数で動いているとします。この時に駆動輪の回転速度をよく見ていてください。ここで MG1 の回転を止めます。そうすると駆動輪は速く回転するようになりました。さらに MG1 を最初の方向と逆回転にすると駆動輪はさらに速く回転します。最後赤色のプラネタリーギアとプラネタリーキャリアはエンジンにつながっています。エンジンのパワーは駆動輪を回すために使われる場合と発電機を回すために使われる場合、もしくはその両方に使われる場合があります。このあたりの制御は結構難しいんですね。これらの動きを制御することでハイブリッド車が走っていくわけですが、実際の走行時にどのような組み合わせで動作するのかを見ていきます。以前から電気自動車のインバーターの分解でやり取りしている名古屋大学の山本先生がこんな表を作っていたので、これを参考に見ていきます。このように THS2 の動作モードは13個あります。実際に車を走らせてみると、ほぼこの表の通りに動作します。ただこの表に掲載されていない走行モードもありました。というのもこの表自体が3代目プリウスに搭載されている THS2 を元に作成されたものです。今回実車で使った THS2 はそれよりも後の世代なので、この表にはない他のモードが追加されたのかもしれません。では実際に動作モードを上から順に見ていきます。まずはモード1、エンジンが停止しているモードです。これは停止していて本当に何もしていないモードです。信号待ちしている時とか駐車場に止めている時がこのモードです。特に何もしていないのでこのモデルは動きません。エネルギーの流れも特にありません。次はモード2、エンジンスタートです。停止時にバッテリーの残量が少なくなってきた時、充電したいのですが、その時にエンジンを始動する必要があります。その際に一瞬だけこのモードを使います。まず停止時なのでタイヤは止まっています。なので MG2 も止まっていると。この状態で MG1 を回すとエンジンも回転します。これがエンジンスタートのモードです。
この時のエネルギーの流れはここに書いてある通りです。バッテリーからコンバーター、そしてインバーターに来て MG1 を回します。この回転力は動力分割機構を通ってエンジンを回します。次はモード3の充電です。モード2でエンジンを始動した後はこのモード3に移行します。ヘッドライトをつけっぱなしにしていたり、冷房を使って電動コンプレッサーが回っている状態が続いた場合などはバッテリー残量が少なくなります。そうすると充電する必要があるので、モード2を通った後にこのモード3に入ってくるわけです。この時に実際どうやって動くかというと、車体は止まっているのでタイヤと MG2 は動きません。エンジンは動いているので MG1 は回転します。この時に MG1 で発電もしているんですね。この時のエネルギーの流れです。今度はエンジンがスタートで動力分割機構を通って MG1 で発電すると、その発電された電力はインバーターを取ります。コンバーターモードで動作するんですね。このような経路でエンジンのパワーがバッテリーに充電されるという風になります。ここからは車が走っている状態のモードを見ていきます。まずは EV モードです。車を発進させるときは EV モードを使うことが多いです。発進するときに通常のアクセル踏み込みだと時速 30km くらいまで EV モードで動きます。一般的なエンジン車の場合ですと発進時なんかは加速させるために燃料もたくさん使うので頻繁な発進停止があると燃費も悪くなりがちです。この部分をエンジンを使わずにモーターだけで動かすことで燃料消費がなくなりますので燃費が良くなるわけですね。模型を使うとこのような動作になります。エンジンは停止、MG2 を回すと駆動輪が回転します。MG1 も回っていますが、これは空転の状態です。ちなみにプラグインハイブリッドの場合ですと、MG1 と MG2 の両方を使って加速する場合もあるようです。ただ、エンジンが逆転しないように色々と工夫はされているようです。EV 走行モードで速度が上がってくるとエンジンが始動してハイブリッド走行モードに移行することが多いです。ちなみにバッテリー残量が多かったり道路が平坦な場合ですと速度が上がっても EV モードで走行を維持してくれます。またアクセル回動を調整することで時速 100km くらいでもこのモードで走ることがあります。実際高速道路なんかで EV モードを使って走ってる時も結構ありますね。EV モードでのエネルギーの流れはこの通りです。インバーターから出力されて MG2 を回すと。そして動力分割機構に入って駆動輪を回すといったエネルギーの流れです。次は走行中のエンジンスタートです。EV モードからエンジンが動くモードになるとき、このモードを使います。通常のアクセル踏み具合で発進すると、時速 30km くらいになるとエンジンが始動する場合が多いです。エンジンが始動した後はハイブリッドモード、もしくはエンジン走行モードに移行します。EV モードで動いている時の MG2 は力行運転。モーターとして回してるってことですね。MG1 は空転。エンジンは止まっている状態です。エンジンを始動するには MG1 の回転を制御します。今回っていますが、この状態で MG1 の回転を止めるような電流を流します。そうするとエンジンが回転を始めるんですね。これが走行中のエンジン始動です。実際 MG1 を止めるか、それとも回し続けているのかは不明です。ただ MG1 が空転している状態から何かしらのトルクを加えるような制御をするとエンジンが始動します。トヨタの比較的新しめのハイブリッド自動車に乗っている人ならわかるかと思うのですが、走行中にエンジンを始動するといつ始動したのかわからないくらい自然にエンジン始動してくれるんですね。ショックがほとんどないです。そういったことから MG1 と MG2 をかなり高度に制御していることがわかります。次はモード6のハイブリッドモードです。ここからはハイブリッド走行モードになります。割と複雑なモードですね。このようにエンジンが動いている状態で MG1 は発電、MG2 はモーターとして動作します。このようにして全部が同時に回っているような状態です。ここではバッテリーの充放電はありません。エネルギーの流れはこのようになります。経路が2つあるんですね。まず1つ目はエンジンから動力分割機構を通って駆動輪に入るパワーです。もう1つがエンジンから動力分割機構を通って MG1 で発電するんですね。そしてインバーターを通って MG2 を回して動力分割機構に入って駆動輪を回していく。このような経路です。エンジンを効率よく使うためにこのようなエネルギーの流れになっています。それぞれのエネルギーがどれくらい分配されるかは速度であったりアクセルの踏み具合であったりそういったところで変わるかと思います。実際に車を走らせて確認したのですがこのモードで動いている状況は再現できませんでした。道路の状況やアクセルの踏み込み具合でこのモードが現れなかっただけかもしれません。
次はハイブリッド加速モードです。これはバッテリーからの電力も活用して加速するモードですね。アクセルベタ踏みの急発進や時速 50km くらいからの加速、坂道で加速するときなど、基本的に加速するときでアクセルを踏み込んだときにこのモードになります。模型を使っていますが、このようにエンジンは駆動していて、MG1 は発電、MG2 はモーターとして動作しています。MG2 に使う電力なんですけども、それは MG1 から発電された電力、そしてバッテリーからの電力の両方を使って MG2 を回します。またエンジンのパワーは動力分割機構を伝って駆動輪の方にも入っていきます。どのくらいの割合で入っていくかはアクセルの踏み具合とか、あとは車速によって変わりますね。エネルギーの流れはこんな感じです。エンジンから動力分割機構、そして駆動輪に入っていくのが一つ。それ以外には動力分割機構から MG1 を回すと。そして一度ここで直流に直すんですね。その電力に加えてバッテリーからの電力もここで足し合わせます。その電力を使って3層インバーターから MG2 を回すように制御します。そして動力分割機構に入って駆動輪を回すと。こういったエネルギーの流れがあるんですね。エンジンの出力は MG1 とタイヤに分配されて、MG2 は MG1 で発電された電力に加えて、バッテリーからの電力も使って駆動輪を回すといった構成です。このモードがあることで、内燃機関を積んだ車らしくない半分電気自動車のような非常に力強い加速を実現しています。次はモード8のハイブリッド充電モードです。先ほどはバッテリーを放電するモードだったんですけども、バッテリーに充電するモードもあります。割と速度が出ていない状態、例えば時速40キロくらいでバッテリーの残量が少なくなってくると、このモードを使うことがあります。このようにエンジンが駆動していて MG1 は発電、MG2 はモーターとして動作します。基本的にハイブリッドモードで使っているときは THS の動作はですね、あんまし変わり映えはしませんね。エネルギーの流れはこの通りです。エンジンから動力分割機構を通って駆動輪を回すフロー。またもう一つありまして、エンジンから動力分割機構を通って、その後 MG1 に行くパワーのフローがあります。ここでですね、二手に分かれるんですね。バッテリーを充電するパワーと、もう一つは MG1 を回すパワーです。このようにエネルギーを使うことで、エンジンで燃やされる燃料の熱量を最大限活用しています。こういった動作をすることで無駄がないんですね。次はモード9、エンジン走行モードです。これは流れの速い一般道や高速道路走行時など、ある程度速度が出ている状況でよくこのモードになります。自動車全般に言えることなんですけども、ある程度速度が乗っているとエンジンの効率って結構高くなるんですね。その効率の高い速度域を活用した走行モードになります。エンジンの力で車輪を回すのに加えて発電機も回してバッテリーを充電します。このエンジンのパワーを走行とバッテリー充電の両方に使うことで無駄な燃料の消費を抑えられるのがポイントです。実際に走っていると走行のモードが結構頻繁に切り替わるんですけども、次の EV 走行モードやハイブリッドでの加速モードに備えてバッテリーを充電できます。実際このようにエンジンが回っています。MG1 は発電してバッテリーを充電。MG2 は空転している状態なんですね。空転です。ちなみに動画の最初の方で解説したように MG1 の制御によってエンジンの回転数よりも増速した回転を駆動輪に伝えることも可能です。反時計回りに回転している MG1 の回転数を遅くする、さらに時計回り方向に回すことで駆動輪の回転はエンジンの回転以上に速くなります。エネルギーの流れはこの通りです。エンジンから動力分割機構を通って駆動輪を回すのが一つ。もう一つがエンジンから動力分割機構を通って MG1 を回して発電すると、その発電した電力はバッテリーの方に行く。そういったエネルギーの流れがあります。エンジンとしては駆動輪を動かすだけより負荷は増えるのですが、MG1 の動きを調整することで負荷は多いんですが、なるべく燃料消費量が少ない状態でできるだけ多くのパワーを引き出すというのがこのエンジン走行モードの肝かと思います。次は制動している状態を見ていきます。エンジンブレーキと回生制動の2つがあります。まずはモード10のエンジンブレーキです。これはエンジンブレーキなんですけども、THS 内の MG1、MG2 も使ってエンジンブレーキをするというモードですね。バッテリーの充放電はしません。一番わかりやすいシチュエーションが長い下り坂でバッテリーが満充電となったケースです。ディスクブレーキも使うんですけども、エンジンブレーキを使うモードもあります。
基本的に駆動輪は回転していて、そのエネルギーを使って MG2 で発電します。先ほどからのモードですと MG1 は発電、MG2 はモーターとして動作していますが、エンジンブレーキの場合はこの役割が逆転します。MG1 はモーターとして、MG2 は発電機として動作します。まずこちらの駆動輪は回転しています。そのエネルギーを使って MG2 で発電します。その発電した電力で MG1 を回します。MG1 を回すとエンジンも回転します。この時エンジン内では燃料噴射はしていないのでエンジンブレーキがかかります。電力を捨てているのでもったいないような気もしますが、バッテリーを守るためなので仕方ないですね。これがエネルギーの流れなんですね。これまでとは違って駆動輪の方がエネルギーの供給源になっていきます。こんな感じでですね、ぐるっと一周して最後はエンジンを回しますと。繰り返しになりますが MG2 は今回は発電機、MG1 はモーターとして動作しています。次は回生ブレーキです。街中で走っている時にアクセルを抜く、ブレーキペダルを踏んで減速する、または減速して停止するまではだいたいこのモードです。通常のエンジン車ですとディスクブレーキを使って運動エネルギーを熱エネルギーに変換して減速します。こういった熱エネルギーは回収できないので全て捨てていたわけですが、ハイブリッド車ですと回生ブレーキが使えます。これによって運動エネルギーを電気エネルギーに変換してバッテリーに蓄えるということが可能になっています。なのでハイブリッド車はブレーキパッドもなかなか減らないですね。回生ブレーキの時なんですが、エンジンは止まっている状態です。駆動輪を回すと MG1 と MG2 は回転します。ここで MG2 を発電状態とすることで回生ブレーキが効きます。実際 MG2 を指で押さえると駆動輪にとっては抵抗となります。この時 MG1 は空転の状態です。ちなみに MG1 を発電機として使っても同じように回生ブレーキとなります。これがエネルギーの流れです。駆動輪から入ってバッテリーを充電する流れです。モード4の EV モードと逆のパワーの流れになっています。そして最後、交代する時のモードですね。通常のエンジン車ですと変速機があるので、エンジンを逆回転せずに交代することが可能です。ですけども、ハイブリッド車の場合はそうはいかないんですね。エンジンを逆回転させるわけにもいかないので、基本的には MG2 を使って交代します。モード12、13の基本的な動作は先ほど説明した動作と変わらないので省略します。ここからは実際に走行中の様子を確認します。カーナビのところにエネルギーフローを表示できるので、それで見てみます。最初は停止している状態で、そこからアクセルを軽く踏むと EV モードで発進します。エンジンはまだ動いていません。アクセルを一瞬だけ緩めると一瞬だけ回生制動モードに入りましたが、またすぐに EV モードに戻りました。走り始めた時と比べると電池が1ブロック減っています。そのためかハイブリッド充電モードに入りました。ちなみに EV モードからエンジンを動かすモードに入ったわけですが、その時にはモード後エンジンスタートに入ってからハイブリッド充電モードに移行します。ある程度速度が乗ったのでエンジン走行モードに切り替わりました。アクセルを一瞬抜いたので回生制動。上り坂に入るのでアクセルを少し踏んで EV モードに入りました。坂で速度が落ちないようにアクセルを踏み込んだら途中でハイブリッド充電モードに入りました。坂の頂上になったこと、前が詰まっていたのでアクセルを抜いたら回生制動モードに入りました。このようにかなり頻繁に走行モードの切り替えは起こっています。ハイブリッド加速モードも見てみます。高速道路でアクセルをベタ踏みにするとバッテリーからの電力も使って MG2 を回します。加速は結構鋭いです。ちなみにこちらが表にないモードです。減速中のモードでエンジンは回っていて MG1 は発電、MG2 も発電、それらの電力でバッテリーを充電というモードです。詳しいことは分かりませんが、頻繁にエンジンをオンオフしないようにこのモードがあるのかと思います。はい。というわけで、トヨタハイブリッドシステム2の動作原理について解説してきました。ハイブリッドの方式としては、シリーズ方式、パラレル方式、シリーズパラレル方式の3つがあります。THS はその中でも最も複雑なシリーズパラレル方式です。THS のコア部分である優勢歯車機構、そこに接続される発電機、モーター、エンジン、それらの巧みな制御によって驚愕の低燃費を叩き出せるわけです。
優勢歯車機構をハイブリッド車に使おうと考えた開発者の方はやはりすごいですね。構造自体が複雑になるのはデメリットなんですけども、他のハイブリッド方式と比べると制御の自由度は結構高いのかなと思いました。というわけで、もしこの動画が役に立ちましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。何か気になることがありましたらコメントしてみてください。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。動画の最後になりますが、一見チャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか。一見では製品の宣伝、工場見学、アウトリーチ活動、人材採用への活用など幅広く対応いたします。これ以外にもお気軽にお問い合わせください。動画を作成すればその後は再生され続けて動画が代わりに営業してくれます。やるなら早くをお勧めします。実績や詳細は概要欄にあるメールアドレス、ホームページからご連絡ください。それではご連絡お待ちしております。一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。